この灯台、設計したのは AI です。それだけなら今時驚かないかもしれません。実は設計に使った CAD ソフトそのものもついさっきクロードが自分で作ったものです。元になったのはアンソロピックの最新 AI クロードフェイブル5の公式デモです。ただデモは画面の中で終わってるんです。今日はこれを私の MacBook で再現して本当に 3D プリントできるところまで確かめます。コードは書かないです。使うのは普通の日本語だけです。途中エラーで一度つまずきますが、そこからの立て直しまで一部始終をお見せします。こんにちは、東京九段工作ラボです。このチャンネルでは生成 AI による 3D モデリングの紹介、3D プリンターを楽しく使うための情報をお届けしています。まず何が起きたのかを整理していきます。アンソロピックは6月9日、クロードフェイブル5を発表しました。これまで最上位モデルだったオーパスのさらに上にあたるミソスクラスの最新モデルです。公式デモがあったんですよ。で、そこではクロードがまずバイブ CAD っていうブラウザで動く CAD ソフトを自作してます。そしてその自作 CAD の中で机における小さな灯台を作ってという一文から 3D プリント用の灯台モデルまでを設計してみせました。ただし画面上でそれらしく、3D に見えるモデルと本当に 3D プリントできるデータは別物です。見えない穴や隙間があればそもそもスライサーでエラーが出ます。だからこそ 3D プリンターのチャンネルとして最後まで、最後には実際 3D プリントして机に置けるところまで確かめたいと思います。では本当に CAD ソフト作れるのっていうところで最初の関門 CAD ソフトそのものを作らせていきます。使うのはクロードコードです。クロードに開発をお願いできるツールで、今回はこれを Fable 5で立ち上げていきます。で、打った指示はこれだけです。ポイントは要件らしい要件ほとんど言ってないことです。どんな技術で作るか、どんな画面にするかは全てクロード任せです。で、プログラミングのことはわからないので、技術的なことは全部お任せしますとまで書いてます。少なくともこの最初の指示はエンジニア向けの使用書ではありません。普通の日本語でこういうものが欲しいんだけどなって伝えただけです。結果16分28秒で出来上がったんですよ。アプリが出来上がりました。普段は追加で何度かお願いし直すことが多いのですが、今回ちょっと確認まで任せるオートモードっていうのにしたままだったんですけれども、これ一度のさっきのプロンプトで仕上がりました。ではクロードの指示通りコマンドをダブルクリックして立ち上げてみましょう。立ち上がりましたね。これが最初の指示の1回きり16分で出来上がった CAD アプリです。ブラウザでそのまま動きます。名前は公式デモと紛らわしかったのでメーカーズ CAD に変えてもらいました。それでは CAD ソフトが出来上がったので、完全な再現ではありませんが公式デモと同じようなお願いを日本語の一文で送ってみます。机の上、パソコンの横に置いておける小さな灯台を作ってくださいと。そして出てきたのがこちらです。高さは 102mm、500ml のペットボトルの半分ほどのサイズですね。机に置けるっていう言葉から大きすぎないサイズを判断して出してくれてます。ただよく見ると塔と土台に細かい割れ目が入ってるんですけれども、これ修正したいですよね。もちろん。で、ここでこの出来上がった CAD ソフトのよくできてるところなんですけど、入力欄の下に今のモデルをベースに修正するというチェックボックスがあって、もう一回最初から作り直すんではなくて、今のこの出来上がったものに注文をまた入れられるようになっています。
でクロードがですね、最初からこの機能を入れてくれてるんですよ。そこでチェックを入れて、見つけた問題をそのまま日本語で伝えていきましょう。塔の表面と土台に細かい割れ目のような隙間が入ってます。割れ目や隙間のない一塊のモデルに直してくださいと。で、修正させていきます。これ待ってるだけです。修正は一度で通りました。実は公式のデモの動画でもクロードがこのストライプの位置を間違えて自分で直すシーンがあります。最初から完璧ではないけれども、見つけた問題を会話で直していくっていう意味でかなり近いことが起きてます。ここまで見て、自分ならこの CAD ソフトに何を頼んでみたいと思いましたか？このチャンネルでは 3D 生成 AI の最前線、 3D プリンターの機種レビュー、メーカー向けの道具箱、モデリングや 3D プリントを楽しむ方法まで、ものづくりにまつわる情報やノウハウを発信しています。 AI と 3D の分野で今どういうことが起きているのかを知りたい方は、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。東大のモデルができたので、じゃあ印刷していきましょう。で、ここでダメだったんです。印刷前のチェックに引っかかるんです。 STL で保存を押すと STL ファイルがダウンロードされます。これを印刷のためにスライサーのバンブースタジオに読み込むとエラーが出ました。モデルが壊れているので修復してくださいっていう警告です。見た目にもう手すりやこの糖質のあたりが崩れてるのが分かります。こうソフトの画面上で綺麗に見えても印刷できるデータとしては問題がある。 3D プリントではここが肝心です。この原因は東大の形を考えたクロードのモデルというより STL を書き出すアプリ側に問題がありそうです。今度はモデルの作り直しではなく CAD アプリそのものの修正が必要です。というわけでクロードコードに戻って、この壊れてるよっていうスクリーンショットを添えてバグ報告をしました。文面はこちらです。ここからクロードコードの中で Fable 5が対応してくれます。原因は形状を合体させる処理が目に見えない隙間を作っていたことです。クロードはその処理を定番の計算エンジンに載せ替えました。さらに保存のたびに壊れていないかを自動で検査するテストまで追加してくれてます。この報告から修正が完了するまでちょっと時間がかかっても27分でした。では修正が終わったので、このアプリから STL を保存し直します。で、出てきましたね。で、この新しい STL をもう一度読み込むと今度はエラーが出ません。このまま印刷していきましょう。さて、印刷が完了しました。所要時間は1時間16分。というわけで、今朝まで存在しなかった CAD ソフトで設計した東大が机の上に立ちました。かかった時間はアプリ作りが16分、バグ修正が27分、印刷が1時間16分で、細かい作業を全部足しても3時間かかってません。私これね、午前中に終わっちゃったんですよ。びっくり。もうこんなスピードで CAD アプリができて、でモデルができて印刷できちゃうんだっていう世界ですね。このチャンネルで今まで紹介してきたのは、3D 生成 AI のサービスや CAD ソフトの使い方とか、すでにあるサービスやソフトに対して AI をどう効率よく動かすか、どう動かしていくかっていうお話でした。ソフトやサービスそのものを AI に作らせるっていう試したのは今回が初めてです。というより CAD ソフトみたいなものって作れるのか、それが今回簡単なものとはいえほとんど手を動かさずに 3D CAD ソフトまでできてしまった。ここが想像を超えてきたかなっていうところです。こういった AI 周りで 3D に関係する新しい動きはこれからもいち早くお知らせしていきたいと思ってます。私だったら 3D 関連でこんなアプリを作らせてみたいっていうアイデアがあればぜひコメントで教えてください。
今日の検証が今 AI とものづくりの世界で何が起きているのかを知るちょっと発見の楽しみになっていれば嬉しいです。もしこの動画が参考になったら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。